やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて、今回紹介するのは、セイオーディオの新作、エリクサーだ。エリクシルなのかエリクサーなのかはさておき。C オーディオは、高価格帯の中華イヤホンを検討している人なら、聞き覚えのあるブランドだと思う。同社の上位機種、モナークシリーズや、このチャンネルでも取り扱った、レガシーシリーズなんかは、知る人ぞ知る機種、といった感じだな。このチャンネルでは、過去に、レガシー2を紹介している。レガシーにはベリリウムメッキの1ダイナミックドライバと、ノールズ製の BA を組み合わせた、典型的な 1BA1 ダイナミックドライバ構成のハイブリッドイヤホンなんだけど、外観、精度の完成度が高く、また、音色としてもかなりオーソドックスで、個性を強調しないタイプの良作だった。今回は、より基本に立ち返った、1ダイナミックドライバのイヤホン。もちろん、細やかなところにまでこだわりはあるんだけど、横文字を聞かされて一瞬で理解できるほど賢くないので、実際に触った感想をベースにレビューしていきたいと思う。外装について、金属ベースの外装に、レジンでコーティングされた、木材のフェイスプレート。ここら辺の高品質感は、やっぱりこの価格帯じゃないと出せないな。撮影した写真の中に、一部白い引っかき傷のようなものが見えるけど、これは、何らかの仕上げ剤が表面で変色したもので、爪でカリカリしたらすぐ取れたぞ。海外製品だと、こういうところにちょっと薬剤残ってたりするよな。サイズ感は程よい。大きすぎないので、問題なく装着できるだろう。ステム周りも絞られているので、耳に当たる感じはないと思う。また、アルミ系と思われる外装は軽量で、重さの面下も耳穴に負担がかかる感じはなかった。サイズはそこそこあるけど、装着感が良好な1台と思っていいんじゃないかな？付属品のケーブルは取り回しやすい銅色のもの。材質は単結晶銅に銀メッキを施したもので、このクラスのイヤホンをそのまま使っても問題のないものが最初から付属するぞ。先ほども言った通り、柔軟で、取り回しやすいケーブルだ。本体の取り回しやすさもあって、装着時に不満を感じることはまずないと思うぞ。本体内側も、しっかりとくぼんでいて、耳に当たることがないように作られてる。結構大柄に感じそうな商品写真だけど、実際つけてみると、全く大きく感じない印象だった。その他の付属品は、渋いブルーのケース、それから、イヤーピースが2種類。どちらもそのまま使ってもいい。特にシリコンにはしっかりと反発力があるので、そのまま使っても大丈夫だと思う。付属品はケース以外は最小限って印象だな。さて、金属製の外装の中に収まっているのは、シンプルな1ダイナミックドライバだ。このダイナミックドライバには、もちろんこの価格なら当然持つべき、いくつかの構造的こだわりポイントがある。特に注目したいのが、カーボンナノチューブにベリリウムをコーティングした振動板。しかも、ただコーティングしただけじゃなくて、ベリリウムコーティングを施した、カーボンナノチューブシートを複層にして作られている、という代物。ベリリウムメッキカーボン振動板。存在したのか、しかもそれが複層ときたらわけがわからない。僕は技術者じゃないので、ここはセイオーディオの説明に丸乗っかりなんだけど、これによってめちゃくちゃ精度が高くて硬い振動板ができましたよ、ということで、その他にも、同性のボイスコイルやら、この価格だからこそできるこだわりをゴリゴリに詰め込んだ1ダイナミックドライバー。というのが、このエリクサーというわけ。3次元ベロシティトランスデューサーという中2を通り越してよくわからない横文字は、そもそも振動板が僕らの理解を超えてる構造だったからこそついた名前だったんだなって。というわけで、ベリリウムメッキされたカーボンナノチューブシートを複数枚重ねて作られた振動板とかいう、ちょっと凄すぎてよくわからない振動板を持つ、エリクサー。果たして、実際に聞くと、その音色はどうなっているのか？最初に言うけど、このイヤホン、すごくおすすめだ。振動板による、高音域、低音域の表現力と、セイオーディオらしい、キャラクターの強い高低音より前に出るボーカル、振動板の素材のせいで、バランス的にゴリゴリに強調されていないはずの高低音がめちゃくちゃ印象的に聞こえるし、それでいて、全体のバランスが崩れていない。でもって、全体的にはソリッドな印象が強いのに、いざ聞いてみると、ボーカル域がカサカサに乾燥してない。さらに、ドライさや温度差のある、高低音域とボーカルに、雰囲気の段差がなく、各音色がちゃんと接続されてる印象がある。さらに、低音域は引き締まりと揚感が同時に来る。空気の振動感を感じるようなサブベースを備え、そして、それら全てを内包しながら、空間表現がめちゃくちゃに広い。一聴するとバランスのいい1台なんだけど、高音や低音が出始めた瞬間にこれはバカで楽しい音かと考え始める。でも、ボーカルでもっかい、いや、これはバランス系だ、と頭を引き戻される。そんな、各音域の主張がめちゃくちゃ強いし、高質、反応の良いかなり個性的なドライバーを使っているのに、全体としてはソリッドめ、ぐらいで仕上がった世界観を持っている。
この結果、このイヤホンがどんな体験をもたらすかというと、ボーカルメインの曲からレトロな楽曲と、電子音楽や近年のミックスが施されたソリッドな音が好まれる楽曲。なんでもこのエリクサーの音で鳴らして完成させるとんでもない一台が出来上がるんだよ。このイヤホンはこれらの総合力だけじゃなくて、一部を切り抜いても、かなり満足できる音を出してる。高音域はかなり金属感が強い。ベリリウムメッキ振動板でよく感じられるものなんだけど、他の音域の解像度もゴリゴリに高いので、ここだけが引き立たない。全体の解像度が高いのは、カーボンナノチューブ系振動板でよく聞く印象だ。さらに、カーボンナノチューブの締まりのある低音域と、ベリリウムの反応が良く、かつ圧力のある低音域のいいとこ取りをした低音域、特に、サブベースの表現に一加減ある人をうならせつつ、高音域、ボーカルもしっかり完成しているイヤホン、というのはめちゃくちゃ貴重。もちろん、サブベースがない曲でも、エリクサーはその雰囲気を崩さない。古い曲でも、若干ソリッドさは増すけど、全体を破綻せずに聴かせてくれる。古かろうが新しかろうが、高質だろうが暖色だろうが、何でもがっちり世界観を崩さない音で鳴らしつつ、一切反響がない明瞭な音色で響き渡る。今まで聴いてきたイヤホンで両立できなかったことを、高級機とはいえ完璧に実現しやがった。さらに、より低めのボーカルの場合、みずみずしいウォームさもある程度持つ、カーボンナノチューブを採用した振動板とは思えないくらいボーカル帯域が温度を残しているのは、静オーディオのチューニングと、特殊な構造の振動板のおかげなんだろう。聞けば聞くほど、引きずり込まれる、感触好きでなくても好きになる感触系イヤホンだ。特に個人的に推したいのは、このカーボンナノチューブとベリリウムメッキという、今まで見かけなかった振動板の足し算の結果生まれてしまったサブベース、ドッカンドッカン来る、というよりも、より純粋な振動感などを感じさせるサブベースは、余韻がなく、高質で反応の良い振動板だからこそ生まれるものなんだと思う。無駄に強調されていないのに、とにかく強烈に印象に残る音だ。普通、震えるようなサブベース、という表現はあるけど、目の覚めるようなサブベース、というのを聞いたのは久しぶり。目の覚めるような音かつ量感も伴っているので、ソリッドで反応の良いサブベースを探している人は、一度は聞く価値があると思う。そして、それらを総合して、なおかつ広い空間表現を持つエリクサーは、個人的には、平面駆動機とダイナミックドライバ機の上位機種のいいとこ取りをしたような、脳がバグる仕上がりの音になっているぞ。もちろん、チューニングなどの手間にふさわしいお値段にはなっているが、これは、視聴器聞いてみて、虜になったら、予算外でも気づいたら買ってるタイプだ。高質だが、刺さらず、そして、この手のイヤホンでは明らかに力強いボーカル、さらに、聞いたことのないサブベースが続く。そして、それでいて全体のバランスは、中音域がしっかり目立つもので、なのに、高音域と低音域のインパクトが強いので、バランスに物足りなさを感じない。そして、そんな主張の強い音を一見フラットにまとめているように感じさせつつ、さらにそこに異様に広い空間、3万以下の価格を出す価値は、間違いなくあるはずだ。というわけで、最初に聞いた時は、おとなしいイヤホンなのかなという印象から始まったんだけど、一曲聞き終わる頃にはなんだこいつという感想しか出てこなかった。手持ちの中で唯一、レトロなポップスからバラードから、EDM にテクノにロックにクラシックにジャズのチャンポンになってる地獄のミックスリストを流しても、イヤホンを変えたいな、と思わせない一台だ。あれだけ癖の強そうなパーツの集合体なのに、いざ聞いてみると全ジャンル万能とかいうとんでもないイヤホンでもある。これぞ、高級イヤホンにふさわしい出来だと感じたぞ。というわけで、もちろん、静オーディオエリクサーはかなり強めのおすすめだ。音の印象で、好みは出るかもしれないし、ぜひ一度体験してみてほしいので、せっかく国内に視聴器が入っていることもあるし、ぜひ一度お店で聞ける人は聞いてみてくれ。僕は半日聞いてスタメンが入れ替わったぞ。1ダイナミックドライバ機の中でナイス HCK ロフティが一番好きだったんだけど、それに並ぶくらい好きだな。さらに、平面駆動機のシャオワー S12 の養分にさえ片足突っ込む改造感の高さがある。無視聴特攻をしろ、とは言わない。ぜひ、一度視聴してみてくれ。おすすめだぞ、おすすめだってば。と、いったところで今回はここまで。こういう経験があるからイヤホンはやめられねえや。